皆さんこんにちは、トコママ情報局です。今日は相模原にやってまいりました。相模原にはですね、古い神社、お社ね、結構あちこちに点在しているんですけれども、今日はですね、そんな中の日比神社というちょっと珍しい名前の神社ご紹介したいと思います。この日比神社、最初はね、名前が珍しいから面白そうだなと思って、いたんですけれども、調べるうちにですね、非常に神秘的な、パワーのあるようなそんな神社のようなんですよね。どんな、神秘的なものがあるのか、パワーがあるのか、そのあたりをね、楽しみに今日はこれから参拝に伺いたいと思います。はい、こちらありましたね。県道沿いに、金属製の鳥居です。珍しいですね。日比神社の社号碑立ってました。はい、こちらですね。で、ここをまず一の鳥居をくぐりまして、神橋がありますね。水はね流れてないんですけれども、この橋を渡ってここからですね、またしばらく、一般の住宅が建っていますね。少し住宅街の間を進んでいきます。はい、一の鳥居をくぐってしばらく前に進んでまいりますと、二の鳥居、そしてね、五社殿も見えてきました。相模川からね、ずっとまっすぐに参道が伸びているっていう感じですね。本当にこの辺りは静かな住宅街で、のどかで気持ちいいとこですね。はい、こちら真っ白な神明鳥居が建てられています。真っ青な空に真っ白い鳥居、綺麗ですね。そしてあうんの狛犬様、狛犬様もね、ピカピカ。菊の花がね飾られていて、参道がすごく華やいでますね。それでは失礼します。まずこちらが手水舎のところにも黄色い菊の花、綺麗ですね。そしてね、龍ですね。神奈川県相模原の大島に鎮座する日比神社。創建年代は不詳ながらも、古よりこの地に鎮座し、社記によれば江戸時代に3度、明治の期にも1度再建の記録があり、その歴史はいかに重要なお社であったかを物語っています。元の信号は日の宮、明治期に日比神社に改称し、寒川神社の付属社となりました。御神門も火に丸、イザナギの命、天照大神を御祭神として祀っており、火すなわち太陽への信仰が厚かったと考えられます。今では国家安寧、開運、略女、安産の神様として広く信仰されています。はい、今参拝させていただきました。さて、御社殿の横にずっと進んでまいりますとですね、素晴らしいご神木がありますので、ご覧いただきたいと思います。見てください。こちらクスノキですね。樹齢が450年ぐらいじゃないかと言われています。で、実はですね、ここにも書いていますけども、白蛇の住まう神秘の木とね書かれているんですね。白蛇様の宿るご神木、なんかね、
もう昔からそのように言われているみたいですね。見てください、この地にねしっかりとこう根を張っているんですが、その根っこの力強さもやっぱりものすごい生命力を感じますね。わあ、すごいのはですね、450年経った今でもこんな風に幹の隙間から新芽が出ているんですよね。へえ。白蛇は幸運の象徴で、夢で見ると金運がアップすると言われています。そんな白蛇がいつしかこの木に宿っているとされ、ご神木のご利益にあやかろうと、日本全国から多くの人が訪れるようになりました。こちらのご神木はこのように触れることができ、パワーを授かることができます。はい、ご神木の大楠、そしてですね、宮司様から教えていただいた、実はもう本当にこちらのご神木がこの揖斐神社の中で一番パワーを持っているんじゃないか、もうそういうふうに思わせてくれるようなご神木がね、もう一つあるということで、もうほぼですねこちらのようにご本殿がございまして、ご本殿のこの後ろにあるこの木なんですけれども、タブの木という木なんですね。ここに書いてありますね。タブの木で樹齢がなんと推定で870年。根っこの周りの太さで大体の樹齢を推定しているということで、かなり古い木であることは間違いないようです。そして見てください、大きな幹の中から木が生えているように見えますね。でこのご神木の何がすごいのかと言いますとですね、もう切られた切り株の木なんですが、ご覧のようにいろんなところからまだ新芽がですね伸びてるんですね。そしてここの真ん中のところから伸びた芽が今はまたこのような大きな木になっているんですよね。これもうしめ縄がかけられていますけども、すごくないですかこの生命力。そういったことから再生の木と言われています。宮司さんからですね、不思議なお話を聞きました。5、6年ぐらい前の10月1日、大きな台風が来まして、それまで2本の木がこう伸びていたものがですね、台風によってこうぐるぐるっとねじれてしまって、夜中にもう折れてしまったらしいんですね。で、折れてしまったので、その木をもう切ってしまわなければいけないということになった時にですね、切る前の日ですね、何かオペラの歌手の方が何人かの方とこちらにお参りにいらっしゃいまして、で、この折れた木をご覧になった時にですね、この場所で、歌いたいと仰せになったみたいでして、で近隣の方の許可も得て、何か歌を歌われたらしいんですね。オペラのような歌だったということで宮司さんおっしゃってるんですが、その歌われた時にですね、動画などを撮影されたみたいなんですが、その動画にですね、ものすごいダイヤモンドの光が神々しく映っていたということなんです。で、それはもうその歌手の方、もう本当にね、今お名前もちょっと存じ上げない、本当にこちらにねお参りに来た方ということだけで、神社のね、方からもね、その方の情報自体はもちろん
調べればわかるかもしれませんけれども、どういった方かっていうのははっきりわからないままですね、ただその動画を見せてもらった時に、あまりにも神々しいダイヤモンドのような光が放たれている動画を見てですね、あ、この木はその時に折れてしまって、切ってしまうことにはなったけども、今このようにね、次々と芽が出て再生しているように、もうここには本当に、偉大な神様が宿っていると。でも本当にその神様の世界の中で、またこうやって、木になって、こうパワーがね蘇ってくるということをね、宮司さん自身も感じたそうなんです。本当にね不思議な光だったそうですよ。それをね、今お見せすることができないのが残念ですっていうふうにおっしゃってましたけれども、もうね、そういったちょっと宮司さんでさえも本当に不思議だと思われるような光を放つパワーを秘めた、そんなご神木のようなんです。いやすごいですね。このお話はね、ホームページにも載っていませんし、こうして宮司さんからお話をお伺いしないと知り得なかったことだったので、いや本当に宮司さんにそんなエピソードをお聞きできてよかったです。この世には人間の目では見えない、そして感じることができない力があるのだということを思い知らされます。はい、今ですね、日比神社を出まして、一旦県道を渡って相模川の方に向かっています。実はこの相模川の方にですね、神社の伝説にも残っている、その鏡が、見つかったというね、神社のその始まりじゃないかとも言われているんですけれども、その神秘の滝があるそうでして、そちらの方に向かっております。相模川が見えてきましたね。すごい綺麗なところ。鏡が見つかったと言われている上沢の滝、ここはちょっとたどり着くのが難しい場所にあり、今回は残念ながら断念。しかしすぐ近くにとても神聖な神様を祀る場所があるということで、そちらへ向かいました。ありました。ここからですね、大島水場のやつぼとあります。結構ねすごいところ。すごい。このトコママ情報局も、神社巡りをする中でやっぱり神秘の場所、人はあまり寄せ付けない場所にね足を踏み入れていくっていうことしばしばあるんですよね。そこがもう本当の本宮といいますか、そういった場所がねやっぱり自然の中の川だったり滝だったりするんですけれども、もうここもまさにそういったところですね。すごい、これははい、見てください。こちらになります。これは確かにすごい、水はねこちらから流れてきた。この辺りももう水がずっと流れてますね。ここにヘビ神様がいらっしゃいます。龍蛇神とあります。すごいな、ここね、またこの水の流れがですねずーっとこう続いてるんですよね。このように龍蛇神が祀られていまして、も
ここはすごいですね。しかもなかなかちょっと足を踏み入れにくいそんな場所になっていますけれども、神聖な空気感が半端じゃないですね。すごい。八壺とはかつては地域の人々が飲料の取水や洗い場として利用していた水場。この水は日比神社の御神水でもありました。言い伝えによると、昔目の病気を患った人がこの場所で目を洗い修行をしたところ、目の病が治り、治癒したお礼にこの龍田神を奉納したと言われています。現場のリポートでは龍蛇神と言っていますが、説明書きには龍田神となっていました。撮影した写真にはこのように神秘的な光も映り込み、その象のお姿からしてもとても不思議な力を感じられる龍田神様でした。最後に日比神社に戻り御朱印を授かりました。こちらは特別御朱印。天照大神を表す御鏡、ご神木の象徴ともいえる白蛇や龍神が描かれており、お祓いして頒布されています。ご神木のパワーを示すような神々しい絵馬もありました。はい、日比神社いかがでしたでしょうか。今日は宮司さんが本当にいろいろなお話をしてくださいました。神社に伝わる不思議なことですとか、あともう宮司さん自身が体験した神秘的な出来事、タグの木ですね、再生の木に宿る神様、そしてね龍神様もいらっしゃってるんだよっていうお話をね聞かせてくださいました。でも極めつきはですね、やはり、相模川の方までずっと降りていきまして、たどり着いた、八壺の水場ですね。水が流れていて、そこに龍蛇神が祀られていましたけれども、あそこの雰囲気はもうやっぱりもう普通のもう場所ではないという、もうそんなパワーが充満した、ともするとねちょっと怖さも感じるぐらいの場所でした。でもね本当に心を清らかにお参りをさせていただくと、きっとねすごく強いパワーを授けてくださる、そんな場所なんじゃないかなと思います。もしね皆様も興味がありましたら、ぜひねこの相模原の日比神社一度ねお参りしてみてください。でね、宮司様にねお会いできたら本当にラッキーです。お忙しくねいろいろな神社を兼務もしていらっしゃいますので、本当にお会いしてお話などね聞けたら本当にラッキーですね。今日はね私もね本当にね宮司さんとお話ができて、ラッキーでした。よかったです。撮影にもねご協力いただいて本当に感謝です。ありがとうございました。日比神社から歩いて5分ほど、大きな県道沿いに立つ野菜の直売所都農園。朝どれの新鮮な野菜や果物が売られています。その都農園さんが営む隣のジェラート屋さん、ジェラテリアチッタ。みこさん一押しだったので早速お邪魔してきました。自社農園で収穫した季節のフルーツ、野菜をふんだんに使用し、素材の味そのものを感じられる高品質なジェラートを味わうことができます。この日は平日だったのでダブルで3種類選べるということでラッキー。一番人気はやっぱり濃厚ミルク。お芋チーズというのがありますが、隣の野菜をふんだんに使っています。私は濃厚ミルク、お芋チーズ、ピーナッツミルクの3種類をいただくことにしました。それではいただきます。一番気になっていたお芋チーズ、目尻が一気に下がっちゃいました。甘さを抑え、お芋の自然な風味を存分に感じられ、
そこにチーズのミルキーで濃厚な味わいが加わって美味しい。濃厚ミルクも名前の通り本当に濃厚で、まるで練乳みたい。すごく美味しい。ナッツ好きの私にはピーナッツミルクも大正解でした。美味しかったです。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。